朝はいつも同じ時間に始まります。祖父は先に起き、湯を沸かし、新聞を広げます。祖母は少し遅れて起き、静かに朝食の準備を始めます。会話は多くありません。長い時間を一緒に過ごすと、言葉は少なくなるものです。二人の老後は、特別なことのない日々でした。体は若い頃のようには動かず、予定も減りました。それでも、この静けさに不満はありません。慣れたリズムで一日を終えられることが、何よりの安心だったのです。そんなある日、息子から電話がありました。少し忙しくて、週末、孫を預かってもらえないかな。祖父は一瞬考え、祖母の顔を見ます。祖母は小さくうなずきました。断る理由はありません。電話を切った後、祖母は言いました。何をして遊ばせましょう。祖父は少し困った顔で笑います。特別な遊びは思いつきません。ゲームも新しいおもちゃもありません。それでも、二人の胸の奥には小さな期待が生まれていました。この静かな家に子供の声が戻ってくる。それだけで部屋の空気が少し明るくなった気がしたのです。週末の朝、玄関のチャイムが鳴りました。祖父は少し慌ててスリッパを揃え、祖母は急いで手を拭きます。その動きはどこかぎこちなく、久しぶりの出来事に体が追いついていない様子でした。ドアが開くと、小さな靴が3足、並びます。孫は勢いよく部屋に入り、こんにちは、と大きな声を出しました。その声だけで、家の空気が一気に変わります。静かすぎた部屋に、久しぶりの温度が戻ったようでした。息子と嫁は慌ただしく、予定を確認し、夕方には迎えに来ますと言い残して出て行きます。ドアが閉まる音の後、部屋には祖父母と孫だけが残りました。祖父は少し困ったように笑い、祖母は孫の顔を見下ろします。何をして遊びたい？そう聞かれて、孫は少し考え、首をかしげました。わかんない。その答えに祖父母は顔を見合わせます。準備していたお菓子も、昔の絵本も、本当に喜んでもらえるのかわかりません。今時の子供に比べると、あまりにも地味なものばかりでした。それでも、孫ありビングを歩き回り、窓の外を覗き、棚の上の古い置物を見つけて言います。これ、何？祖父は少し驚き、昔のおもちゃだよと答えました。その瞬間、孫の目が少し輝いたことを祖父は見逃しませんでした。何も特別なことは始まっていません。でも、この家で何かが動き始めた気がしたのです。祖父割りビングの隅に置いてあった古い紙袋を引き寄せました。中には、使いかけの色鉛筆と少し黄ばんだが用紙が入っています。これで何かへ咲いてみるか。そう言うと、孫は少し不思議そうな顔をしました。祖母は台所から戻り、テーブルの上を片付けます。ゲーム機も動画もありません。今の子供にとっては退屈な時間になるのではないか。祖母の胸にはそんな不安がありました。祖父はが用紙を一枚広げ、ゆっくり線を引きます。まっすぐではありません。少し曲がり、途中で止まります。これは川だよ。祖父がそう言うと、孫は首をかしげました。変な川だね。その一言に祖父は笑いました。昔はね、上手に描くより一緒に考える方が楽しかったんだ。祖父の言葉を孫は完全には理解していません。それでも
隣に座り、同じ色鉛筆を握ります。孫は自由に線を重ね、突然言いました。これ、山にしていい。祖父はうなずき、いいよ。山でも、雲でも。そう答えます。正解はありません。注意もありません。祖母はその様子を少し離れたところから見ていました。二人の間に流れる時間が不思議なほどゆっくり感じられます。時計の音さえ今日は優しく聞こえました。やがて孫は顔を上げて言います。ねえ、まだ続けていい。祖父は驚き、そして静かに答えました。もちろんだよ。その声には少しだけ誇らしさが混じっていました。お金はかかっていません。特別な準備もしていません。それでも、この時間は確かに誰かの心に残るものになり始めていました。昼を過ぎても、孫はまだ飽きた様子を見せませんでした。画用紙は何枚も重なり、色鉛筆は机の上に散らばっています。それでも、孫の表情は曇らず、むしろ少しずつ生き生きしていきました。祖母はその様子を不思議に思います。特別なことは何もしていません。お金もかけていません。それなのに、どうしてこんなに楽しそうなのか。その理由がすぐにはわかりませんでした。祖母はお茶を入れながら、二人の会話に耳を傾けます。祖父は教えません。指示もしません。それは違うとも言わない。ただ、孫の話を最後まで聞き、そう思ったんだねと受け止めていました。孫は何度も話します。描いた絵の説明を少しずつ変えながら、祖父はその度にうなずき、同じ速さで時間を進めます。急がせることも、終わりを決めることもありません。祖母はふと気づきました。孫は遊んでもらっているのではない。一緒に時間を使っているのだと。それが、こんなにも子供を安心させるものなのだと。やがて、孫は小さな声で言います。ねえ、ここ好き。祖母は胸の奥が少し熱くなりました。この家が、ただの預かり場所ではなくなった瞬間でした。楽しさの正体は、遊びそのものではありません。比べられないこと、急がされないこと、正解を求められないこと。祖父母は知らず知らずのうちに、それをすべて差し出していました。夕方、迎えに来た両親は、玄関で少し足を止めました。家の中から聞こえてくる笑い声が、思っていたより大きかったからです。それは、騒がしいというより、長く続く安心した音に近いものでした。リビングに入ると、床に和画用紙が広がり、テーブルの上に賄賂鉛筆が散らばっています。孫は夢中で話し、祖父は同じ目線でうなずき、祖母は少し離れたところからその様子を見守っていました。母親は思わず言います。そんなことで一日もったの。悪気はありません。ただ、効率や準備に慣れた大人の感覚がそう言わせただけでした。祖母は小さく笑い、あっという間でしたよと答えます。父親は孫の顔を見て少し驚きました。ゲームの後に見せる興奮とは違う、落ち着いた満足がそこにありました。汗をかいているわけでもない。それでも心がいっぱいになっているように見えたのです。帰り道、車の中で母親はつぶやきます。ちゃんと遊べたのかな。父親はすぐには答えません。バックミラーに映る孫の穏やかな表情が、その疑問に静かに反論していました。親として与えるものは正しいはずでした。安全で、便利で、成長に役立つもの。それでも、
今日見た光景は、その前提を少し揺らします。何が足りなかったのか。何を急ぎすぎていたのか。答えはまだ出ません。ただ、胸の奥に小さな違和感が残りました。それは、見過ごせない重さを持ち始めていました。帰りの準備をしているとき、孫は急に振り返り、無邪気な声で言いました。ねえ、じいじとばあばと遊ぶの、世界で一番面白い。その言葉は、思いがけず静かな部屋に落ち、ゆっくりと広がっていきました。両親は一瞬、言葉を失います。冗談でも気休めでもない。孫の表情は、ただ感じたままをそのまま伝えていました。祖父は少し照れたように笑い、祖母は思わず目を伏せます。胸の奥がきゅっと締め付けられる感覚がありました。母親は思い返します。高価なおもちゃ、最新のゲーム、予定を詰めた週末。それらは確かに喜ばせるためのものでした。でも、今日の一言は、それとは全く違う方向から、親の心に触れてきます。父親も黙ったまま、孫の頭に手を置きました。褒める言葉が浮かばず、ただそうかとつぶやくことしかできません。その短い返事に、自分でも気づかぬほどの後悔が混じっていました。祖母はその光景を見ながら、何も言いません。教え諭す必要はないと思ったからです。子供の一言は、準備された言葉よりずっと深く人の心を動かします。その夜、家に帰ってからも、両親の胸にはあの言葉が残り続けました。世界で一番。それは順位の問題ではなく、安心の大きさを示す言葉だったのかもしれません。孫は眠りながらも小さな笑顔を浮かべていました。その寝顔を見て、両親は初めて気づきます。子供が本当に覚えているのは、遊びの内容ではなく、一緒にいた時間の温度なのだと。その夜、食卓はいつもより静かでした。孫は眠り、祖父はテレビを消し、祖母は湯気の立つお茶をゆっくり置きます。誰も急いで話そうとはしません。昼の出来事が、まだ胸の中で温度を持って残っていました。祖母は小さく息を整えてから、口を開きます。あなたたち、悪い親じゃありませんよ。その一言に、母親は思わず顔を上げました。責められる覚悟をしていたからです。祖母は続けます。ただ、忙しすぎただけ。正しくあろうとしすぎただけです。声は穏やかでしたが、言葉は深く染みていきました。父親は手を組み、何も言えずに聞いています。子供はね、すごいものを求めていません。祖母は孫の寝室の方を見ます。自分の話を最後まで聞いてもらうこと、比べられないこと、急がされないこと。それは、教祖父母が無意識にしていたことでした。母親の目に涙が浮かびます。私たち、足りなかったんですね。その声は震えていました。祖母は首を振ります。違います。与えすぎていただけです。祖母は少し笑い、こう続けました。一羽、見下した瞬間に、一番大切なものを落とすんです。その言葉は、息子家族の胸にまっすぐ落ちました。今日失いかけていたものの正体を、初めて言葉にされた気がしたからです。この子が覚えていくのは、家の広さでも、お金でもありません。祖母は静かに締めくくります。一緒に笑った時間と、自分は大切にされていたという感覚です。その夜、誰も反論しません。ただ、それぞれが自分の胸に手を当て、
何を取り戻すべきかを考えていました。壺の教えは、叱責ではなく、遅すぎない気づきとして残りました。翌朝、家の中はまだ静かでした。孫は布団の中で眠り、祖父は台所で湯を沸かし、祖母は窓辺で朝の光を受けています。昨日の会話が嘘のように、空気は穏やかでした。母親は一番早く目を覚まし、そっとリビングに出ます。テーブルの上には、昨日使ったが用紙がそのまま残っていました。折れた端、混ざった色、未完成の線。それらを見て、胸の奥が静かに揺れます。父親も続いて起きてきました。二人は言葉を交わさず、ただ同じものを見ます。何かを失ったのではない。むしろ、これまで見落としていたものが、そこに残っている気がしました。朝食の後、孫が目を覚まし、眠そうな声で言います。また、じいじとばあばと遊びたい。その一言に、祖母は微笑み、祖父はいつでもいいよと答えます。そのやりとりは特別ではありません。でも、昨日までとは違う重みを持っていました。帰る時間になり、母親は祖母の手を取りました。昨日の話、忘れません。祖母は首を振ります。忘れてもいいんです。思い出したときに戻ればいい。その言葉は許しのようで希望でもありました。玄関で靴を履きながら父親は一度振り返ります。この家は何も変わっていない。けれどここで受け取ったものは確かに家族の中に残りました。それは見下さず急がせず共にいるという姿勢でした。車が走り去った後、祖父母は並んで座ります。祖母は小さく息を吐き、癒えてよかったとつぶやきます。祖父は何も言わず、ただうなずきました。教えは押し付けるものではなく、手渡すものだと二人は知っていました。失われたものは多かったかもしれません。でも、最後まで残ったものもあります。それは人を人として見る心。そしてそれを次へ渡す勇気。朝の光の中で祖母は静かにそう感じていました。